しっかり弾道が曲がってますね。プリミティアプレイヤーエールです。今回は変化球ランチャーを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、さらにしっかりと弾道をコントロールしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。その前に、前回作ったディスクランチャーを角度を変えて打ってみると、わずかに弾道が曲がっています。でも、変化の量が小さいので、もっと球を工夫して、グイッと弾道が曲がるように改良しましょう。まずは、こんな感じで、プロペラのように、角度をつけた木を組み合わせて、その先端に鉄の刃を取り付けた、ブーメランのような仕組みの玉を作りました。こちらを飛ばしてみると、曲がらずに、まっすぐ飛んでいきます。そこで、木の板の部分を、3枚重ねにすることで、空気抵抗を上げてみましょう。こちらを飛ばしてみると、ダメですね。30にしても、うまく弾道を曲げることができませんでした。まだまだ空気抵抗が足りないみたいです。そこで、木の板の代わりに、もっと軽い、焼いたスライムの肉片を使って、さらに大きなブーメラン状の玉を作っていきましょう。スライムの板を9枚重ねにしているので、かなり空気抵抗が増してくれるはずです。よし、玉ができたので、早速飛ばしてみると、回転しながら曲がった弾道で飛んでいきます。重量が結構あるせいか、落下するのは早いですが、十分弾道が変わっているので、よしとしましょう。こちらを使って、木の葉っぱを狙ってみると、よし、命中してくれました。でも、かなり射程が短いのと、弾が大きすぎるので、同じ仕組みでもっとコンパクトにできるように、改良していきましょう。今度は、先ほどと同じ材料を、筒状に組み直してみました。前回の変化球ランチャーと、同じような仕組みですね。こちらを飛ばしてみると、ほとんど変化しませんね。この仕組みは向いてなさそうなので、他の方法を試しましょう。小さな草の板を、オブジェクト描画魚を利用した、物を重ねる技を使って、16枚重ねたものを用意したら、そちらを組み合わせて、最初のブーメランと同じような形状の玉を作っていきましょう。重ねた草を使うことで、普通の草の16倍の空気抵抗があるので、これくらいの大きくないサイズでも、しっかり弾道が曲がってくれるんじゃないでしょうか。早速飛ばしてみると、水面で跳ねました。弾道は曲がっていますが、ちょっと動きが不安定ですね。長距離飛ぶと、縦回転してしまっています。そこで、もっと安定させるために、ぐるっと一周、鉄の刃を追加していきましょう。こうすれば、もっと回転が安定してくれるんじゃないでしょうか。よし、貼り付け終わりました。こちらを地面に固定して、飛ばしてみると、安定して回転して飛んで、大きく弧を描きながら、左方向に飛んでくれました。これこそ変化球ですね。こちらに反応を抑える仕組みを搭載して、手に持って飛ばしてみると、よし、問題なく弾道を変えながら、飛んでくれました。
もちろん、木を狙って発射することね。横からえぐり込むように当たって、破壊できました。これで弾は完成ですね。こちらの弾を、前回作ったディスクランチャーと同じように、縦に5つ並べて、5連射できるようにしましょう。こうやって並べて、上から順番に火をつけると、火薬の周りのプラスチックが、一部壊れてしまっています。そこで、プラスチックが壊れないように、壊れる部分だけを、鉄の板に交換してみました。これならどうでしょうか？さっきと同じように火をつけると、これなら壊れずに発射できてますね。ここからさらに松ぼっくりの導火線をつけることで自動で上から連射できるようにします。導火線をつけ終わったので早速火をつけるとダメですね。暴発してしまいます。さっきは大丈夫だったのに謎ですね。どうやら爆風で草の板が壊れているみたいなので爆風を防げるように木の板を追加しました。これならどうでしょうか。よし、弾が壊れずに5連射することができました。さらに狙いやすいようにトリガー用のスライムを付け直したら手に持って撃ってみましょう。そうすると、しっかり弾道が曲がってますね。これで変化球ランチャーの完成です。近距離ではほとんど変化しませんが、少し離れるだけで、回転と空気抵抗で、左カーブを描きながら、いい感じに曲がってくれます。次は木を狙ってみましょう。かなり大きく曲がった弾が木の葉っぱの後ろ側に当たって破壊することができました。今までにない不思議な当たり方ですね。小さな木を狙ってみると大きな木の向こう側からぐねっと弾道を曲げた弾を当てることができました。発射に失敗した時は勝手に火がつくことがあるので、燃えて弧を描きながら飛ぶ弾が遠くの草に火をつけることもあります。これはこれでかっこいいですね。近距離なら普通に飛び道具としてダメージを与えることもできました。でもこの使い方ならディスクランチャーの方が強いです。ドローン工場の壁を狙うとなかなか当たりませんし、威力不足のせいで破壊することは難しいです。それでもかなり近づいて至近距離から当てることでなんとか破壊することができました。次は風力発電機を狙いますが、弧を描く球を当てないといけないのでなかなか難しいです。燃えている状態でも弾道は同じですね。弾速が遅くて威力は低いので風力発電機の破壊は難しそうです。なので風車部分を破壊しましょう。それから何度も撃ち続けていると、よし、これだけ破壊できれば十分でしょう。それでは次はこちらのザコキャラの大群を狙って発射してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。いきますよ。発射ー。なるほど。横から回り込んだ弾が奥のザコキャラに当たっています。これならもし人質を取られても横から当てることができそうですね。ちなみに私の視点だとこんな感じです。弾道を予測しながらスライムを食べることで大きく弧を描く球で
横から攻撃できます。かなり特殊な武器ですが、状況によっては使えそうですね。それでは、イエロースライムに効くように、ガラスの針を弾に追加したら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。少し離れたところから狙ってみると、外れてしまいました。それでも、なんとか倒せるように、距離と位置を調整しながら、何度も撃ちまくっていると、やったー！巨大スライムを倒しました。最初の弾がいい感じに当たったのか、9万ダメージを超えてくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、変化球ランチャーさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、